In the days of the bad boys, defense ruled. Joe Dumars and running mate Isaiah Thomas propelled Detroit to back-to-back championships. Now with a similar style of tenacious defense, this rebuilt Piston team has been the surprise story of the NBA. And a rejuvenated veteran has found a new running mate in superstar Grant Hill. Tonight, New York, along with former Piston Allen Houston, return to Motown. After off-season roster moves, this new-look Knicks team is beginning to gel. They have reeled off 7 consecutive wins. Tonight, Ewing and company hope to cool off the red-hot Pistons. The NBA onピストンズのホームコート、パレスオブオーバーヒルズです。自動車の街デトロイトの郊外オーバーヒルズにありますこの円形のコロシアムです。デトロイトの空港からは車でおよそ1時間半ほどのところです。さあ今シーズンのピストンズの活躍している3人ですね。20.8、デューマースがねすごい師匠分でねこうやって頑張ってますよね。今シーズン復活という感じがしますよね。そしてハンター、この3人がいいですね。スリーポイントが特にですね、ディマース、ハンターといいですよね。一方のこちら、ニックスがパトリック・ユーイング、ユタジャズをこの前の試合で破ったんですが、25ポイント挙げました。それとも新しい戦力になりますね、チャイルズ。ニュージャージーネッツからね、トレードで来ました。CBA から上がってきまして、このところ力がついてきているチャイルズです。この選手は日本で行われましたね、ジャパンクラシックで来てたんですね。それでその後チームに入れないで CBA に行ってこう浮かび上がってきた選手ですから苦労人ですね。そうですね。両チームのスターターです。ニックスはご覧のようにチャイルズ、ヒューストン、それからラリー・ジョンソン、ユーイング、オークリーです。ピストンズはハンター、ディマース、キル、それから今日はですねセンターにマホーンを大ベテランを使いまして、そしてソープというこの5人です。ヒルのインタビューですが、これ実はアラン・ヒューストンとですね敵同士で対戦するのは初めてということで、実は2人ともすごく仲がいいという話をしてまして、今でも仲がいいんだけれども、今日はコートの上だから一生懸命敵として戦うよという話をしています。そしてアラン・ヒューストンね、古巣に来ての敵として今日戦うわけですけども、アラン・ヒューストンがどんな動きをするのか。さすがに拍手大きいみたいですね。パレスオブオーバーヒルズ、観衆は21,500人です。アラン・ヒューストン、やっぱり私学生時代ですね、5ゲームぐらい見てますけども、いい体になってますね。テネシー大学出身ですね。お父さんが大学のヘッドコーチですね。ウェイド・ヒューストンさんってやっぱりジャパンクラシックに来てましたよね。そうですね。さあこれから第1クォーター試合が始まります。今日はブルーのユニフォームを着ている方がホームのピストンズなんです。で実はですねこれはクラシカルなかつてのユニフォームなんですね。今年は NBA50 周年ちょうど50のマークも出ておりますけれども、そういうことでかつてのユニフォームを着て何試合か行われるんですが、今日はピストンズがかつてのインディアナ州のフォートウェインにフランチャイズがあった頃のユニフォームでの登場です。ですから胸にですねフォートウェインで書いてありますので、普通はねホームチームは白い方ですからね。ですから今日は白がニックスです。まずターンオーバーです。私ね、今試合始まってすぐユーイングにボール入ったでしょ。でそれを守ってるのがベテランのマホーンなんですよ。でこのマホーンのディフェンスがどうなのかということがね、始まってすぐこれちょっと注目したいな。なるほど。今まではですねグラント・ロングがスターターだったんですけれども、やはりユーイング対策ということでマホを入れたそうですから。やっぱりそうなんですか。私もそれすぐ感じましたね。なるほど。ユタジャズ戦で25ポイントを挙げているだけに、好調のこのユーイングをどう抑えるかというのもね大きなポイントですから。ソープ切ると決めまして、まずピストンズが4対0です。
クリス・チャイルズ、最初の9試合ほど右足の骨折で欠場していましたが、このところは先発出場のクリス・チャイルズ。グラント・ヒルが持っていきますが、ハンターは入りません。ナイスリバウンドからアップも押している。しかしチャールス・オークリー34番でしょ、あれ、はい、本当にリバウンドには絡みますね、島本さん、いつ見てもね。今日はそのオークリーがちょうど33歳の誕生日ということで張り切っているそうですけれども、さあここは落ちました。今度はニックスの攻撃、そのオークリーが決めています。オークリーおめでとうって言ってましたね。ちょうど12月の18日が誕生日で33歳になりました。オークリーもあれですね、アロハクラシックに出てましたね。その時からリバウンドはすごくて、オークリーが言いますが、今度はラリー・ジョンソンが決めた。LJ、はい、今度はいいパスを見せましたオークリーです。ラリー・ジョンソンはもうご存知の通り高熱からの移籍です。ちょっとゲームがアップテンポになってきましたね。30分早くなってます。ここは入らない。先ほどそのディフェンスの話でその距離感がどうかという話だったんですが、はい、この立ち上がりの両チームのディフェンスの感じはどうですかね。ピストンズの方がですね、最初から厳しくいこうっていう感じですね。で、ニックスの方は少し引き気味にディフェンスを始めてますね。で、様子を見ようということですね。ピストンズのオフェンスのシステムはもうすでにスカウティングしてあるんですよね。ですからどこでシュートに来るかというようなことを読んだ上でのディフェンスですね。ボーティストークが決めました。has tried to help out on the dribbler off the screen and roll. They have kicked back to Otis Thorpe twice now. Patrick has got to pay attention. クリス・チャイルズから中に入れて、ターンオーバーです。今マホーンいいディフェンスですよ。さあデュバース、まだ粘る。もう一回ソープ、そしてデュバースがもう一つ、ここで決めました。今シーズンはスリーポイントの成功率ここまで 57% でリーグトップというこのディバースです。バットボーイズ時代からいる選手ですからね。唯一の生き残りと、マホーンもそうなんですけどね。マホーンも89年の NBA 優勝の時にはいました。彼はですね、2年目になる時にエクスパンションチームでちょうどミネソタや、マイアミヒートができる時にですね、チームがホールドしなかったんですね。8人目までホールドするんですけど、それに腹立ててですね、出てしまったというところがありますね。ハンター決めた。見事なハンターのスリーポイントです。ちょっと今本当に早くフリーになりましたね。そうですね。なんかスリップかなんかしてディフェンスが倒れたんでしょうね。ご覧のようなフィールドゴール。ニックスの方が引き気味でしょ。まだそうですね。それほど白のユニフォームね。距離が確かに奥野さんに言うと詰まってないですね、そんなに。ですから逆に最初からポジション、距離でシュートに来ないということが分かってて、わざと間合いで守ってるんですね。なるほど。オークリー。ですよ。さあハンター。ヒルのスティールからハンターのシュート。
At both ends of the floor tonight, you've got to hold on to the basketball. This veteran crew of ピストンズの方はやはり最初からボールにプレッシャーかけてます。確かに相手選手とのその距離を詰めて、かなりボールにプレッシャーをかけていってます。ですから今のようにパスミスが起こるんですね、相手チームに。さあここでニックスのタイムアウトです。第1クォーターの残り6分台ですが、13対12、ピストンズ1点リードです。Detroit has run the screen and roll twice. Now here comes ここで解説が入ってますが、これはピストンズの方のピックアンドロールのプレーですね。スクリーンをかけて、そうです。あのスクリーンで中に攻めると見せかけて2人ともディフェンスが下がったんです。なるほど、それで外に振りになっていったということですね。大体ピックアンドロールは最初はスクリーンに行った人がスクリーンをした後パッとゴール下に下がってそこで受けてプレーしようとしますから、それを2人とも守ったんですね。ですから最初からアウトサイドのショットを狙っていったわけではないです。さあ立ち上がりは両チームとも拮抗しています。こういうふうに引いて守ってるでしょ、ニックスの方はね。あそこからシュート最初来ないからわざと離してるんですね。もうここはくっついてますよ、ちゃんと。そしてダブルチーム。しかしファウルになりました。ギマースに対してこれはオークリーのファウルです。このブルーのユニフォーム、今日は島本さん、これ地元なんでしょ、これホームでしょ。通常だとアウェーのチームが着るんでしょうけども、今日は逆なんですね。それでそのブルーのですね、このピストンズですけども、ピストンズのオフェンスが通常言われるところのガードポジションというところからのアウトサイドショットは今のところ対応してないんですね。ですからそこはディフェンスを厚くしないで、両サイドのプレーをきちっとプレッシャーかけていく、ボールのないところのプレッシャーに神経を使っているディフェンスです。なるほど。私は冒頭ボールのところのプレッシャーについてだけ申し上げましたけども、ボールのないところの4人に対していかにプレッシャーをかけるかということも重要なんですね。さあリバウンドはオークリーです。クルチャールズは決まらず、そしてオークリーはここから打ちます。島本さん、なんで笑ったんですか？ああいうタイミングの時ってすごい難しいですよね。ああいうふうにずれるとね、よく入れたなと思って、さすがベテランと。またハンター決めました。好調ですね、ハンターは。いいですね。非常に今いい集中してますよね。今これニックスの方はボールマンじゃなくて他の4人のスクリーンを多用してシュートチャンスを作ってますね。でダブルチームですね。でここからリバースするんですね。そしてハンターのスリーポイント決まった。非常に集中があると奥田さんが話されたそのハンター、また増えています。本当にね、最初から今のところ素晴らしい集中してますよ。そしてニックスついているのがトラベリングでしょ。トラベリングになりました。あれね、マホーンがユーイングに対するディフェンスが非常にうまいんです。その前のこれはハンターのスリーポイントですね。これね、この今島本さんのおっしゃったダウンタウンのショットね、あのショットを生み出したのはね、その前のパスなんですよ。リバースパスがものすごくいいんです。Misses the rebound by Patrick Ewing, and the Knicks down by 4 with 3:45 remaining in the first quarter. Knicks beating Utah last night in home. ディフェンスはピストンズ、ヒルのディフェンス、後ろからご覧いただきました。ラリー・ジョンソンに対してですが、今ヒルのファウルでしょ。そうですね。
ヒルがここできちっとディフェンスしてるんですけども、それでもラリー・ジョンソンはいいポジショニングでボールを取って、NBA のプレイヤーの中でですね、ラリー・ジョンソンってのは本当にみんなが嫌がるそうですね。というのはね、体の幅がありますでしょ。ちょっと動いただけでね、ダメージが来るらしいんですね。本当にポストアップっていうんですけども、インサイドで体の幅を使って、よくバスケットではワイドボディっていうことを使うんですよね。体をより大きく使って構えてボールをもらう。もう競技ですよね、あれね。そうですね。あの体は要するにもともとあったわけじゃなくて、もう自分で毎日毎日ウェイトトレーニングやって作ったんですからね。ここはヒューストンのオフェンスですかね。ヒューストンのオフェンスパートです。今日は昨シーズンまで言いました、そのピストンズとの試合を迎えているニックスに移籍したヒューストン。ここでニックスの方がタイムアウトを取りました。第1クォーターの残り3分で22対18、4ポイントデトロイトリードです。今まで何気なく見てましたけど、フォートウェイの方だけかと思ったら、ニューヨークの方も50年前のやつですね。そうですかね、同じニックスですが、やはり古いですか。ロゴマークが全然違いますからね。なるほどね。デトロイトの方はもうデトロイトではなくてフォートウェイと、かつてのそのフランチャイズの名前が入っている、これ大体40数年前のユニフォームだそうなんですけれども、さあこれはリンジー・ハンターのこれまで3年間と今シーズンの比較ですね。飛躍的にやはり数字伸びてますね。今シーズンはね、集中してますね。僕の場合は選手というのはある時期にポンと伸びる時がありますか。そのある時期伸びるっていう本当に数字で出てくるまでのですね、その見えない時の努力ですよね。だからポンと出てきたっていうそういう表現使いますけども、その前を見てあげたいですね。しかしプロの場合はもうそれで出てこないとすぐ終わりですからね。はい、さあ、この回も非常にいいですね。なぜペネトレートできるかっていうことですね。ここで一回近づいて、スターターステップからインサイドアウトクロスオーバーっていうことですね。インサイドからアウトサイドに攻めると見せかけて、ここでクロスオーバー。そして、ボディとボディでペネトレーションする。技術的に言えばですね、ドリブルのスキルをすべて使いこなせるという、島本さんの説明でありましたエブリシングですか、何でもできるというね。さあここでハンターがベンチに退きました。Substitutions, Charlie Ward has checked in for the New York Knicks and Laterial Green. あれだけ柔らかいフリースローのボールが投げられるってことはやっぱり一流ですね。さあ徐々に得点差が開きつつあります。今チャーリー・ウォードが入ってますね。Winding down to 2 minutes remaining in the first quarter. 8-point lead for the Patrick Ewing with a turnaround, throws up an air ball. Ewing has scored only 2 points in this first quarter. ニックスの方はそうですね、ガードチャーリー・ウォード、それからジョン・スタークスが入ってきています。3番がジョン・スタークス。これね、島本さん、ヒルのワンオンワンに対してラリー・ジョンソンが守ってるでしょ。その前の魔法のディフェンスですよ。魔法のディフェンス見てください。こう右に攻めて左にターンアラウンドジャンプと。今ここラトリーになってましたかね。はい。そしてその後のまたこのプレー。ラリー・ジョンソンとヒルの1対1でしょ。ユーイングのですね、ポストアップからのターンショットが崩れてますよね。ピストンズから言えば崩してるということですね。ここまではディフェンスが功を奏してますね。あまりユーイングの活躍がありません。はい、さあ得点差いつの間にか10ポイント決めてきました。このオフェンス重要ですよ。ニックスのこのオフェンスは。ピックアンドロールですね。ボールリバースして。奥からおっと。
バックウィリアムズが入って、しかしダメ。ここからね、リバースなんですよ、ここなんですよ。うまくこうリズムがあります。さっきのね、チャールズ・オークリーがボールをまた向こうのコーナーに出したでしょ、あれ、こっちサイドに、左サイドにパスをすればいいオフェンスになった。今までボールがあったサイドにまた返したもんだから、苦しいシュートになった。ここなんですよね、ここで狙って、返して、ここで打たないでリバースなんです。で、ここで確実にフリーになってシュートですね。決めたのは9番のグリーンです。3年目の選手。さあ、185センチと小柄ですが、これ、島田さん、どこから来た選手ですか、この選手。多分、トゥリュー・グリーンはですね、これはね、僕、アラバマかどっかじゃないかと思うんですけどね、何試合も見たような気がするんですよ。多分 SEC の出身だと思うんですけどね。ここでチェリー・ビーズ登場です。スリーポイント連続13本でしたかね。記録 NBA 記録に並びました。そのチェリー・ビーズ登場です。今シーズンはスリーポイント 51% の確率を誇ります。ダメ。まだ。ブロック。ここはいいディフェンスをしましたピストンです。そして切る。外へ回して、ミルズがスリーポイントだ。いきなり来ました。いや、素晴らしいオフェンスですね。いや、信じられないですよね、51% ですもんね、スリーポイントがね。しかし、体つきから見ると、とても外のシューターには見えないんですけれども。あれ、バスケットボールのオフェンスの技術から言いますとね、この今、ミルズのショットしか出てませんけども、その前の、グラントヒルのドリブルペネトレーションがあったじゃないですか。あれからコーナーにボールをリバースで振って、そこからディフェンスをベースラインに近づけておいて、ミルズに返してショットでしょ。素晴らしいオフェンスですよね。先ほどからそのリバースが非常にいいところで出てますよね。そうしますと、まだそのあたりの攻めにディフェンスがニックスとしては対応できていないということもあるかもしれません。さあ、ジョン・スタークス決めています。ジョンさん、スタークスもね、いいシューターなんですからね。もう彼の長距離砲がね、なかなか。今度はダメ。ここで時間がなくなりました。第1クォーター終了です。このハンターがスリーポイント2の2、12ポイントを挙げまして、まず立ち上がり活躍が目立ちました。第1クォーターは33対21、12ポイント差でピストンズがまずリードを取っています。もうすぐクリスマスということもありまして、外の方はああいったもう飾り付けができています。まあ、デトロイトは寒いでしょうね。できればこのアリーナから出たくないですよ。ゲームが終わってほしくないですよ。ピストンズが4分57秒の間に18対5で、そうですね、一気にリードを取りましたね。さあ、第2クォーターです。ということは、それだけディフェンスが非常にいいということで、今までのところは、ピストンズのディフェンスの方がはるかにいいですね。で、それとですね、第1クォーターはニックスのオフェンスがもう一つ重かったですね。重いというのはね、なぜ重くなるかというと、ディフェンスの厚いところで守られてるところでシュートまで行くんですよ。だから先ほどから言ってますように、ボールをウィークサイドって言いますけど、ディフェンスの数の少ない方にリバースする、ボールの位置をサイドを変えるっていうことですね。そうしますと、この得点差はリバースがオフェンスでうまくできているピストンズとうまくできてないニックスという差になるわけですね。
それとピストンズのディフェンス力が相まって今14点差になってますね。ここなんです。これからこっちに振りたいですね。あれこっちに振る中に入れた。よく決めましたけども、1年生、ジョン・ウォレスです。シラキューズ大学出身。島尾さん、去年までシラキューズでやってたでしょ。そうですそうです。それで彼ほら44番着てたんですよ。だからデリック・コールマンと一緒だからあいつ性格悪いんじゃないかってね、あらぬ疑いをかけられてますね。ドラフト順が遅かったって。それでニックスは得した。こういうこともあるんですよね。確か1巡目18位でしたからね。やっぱりさすがね、スタッツはベテランですよ。あのプレッシャーの中をね。これトラベリングです。グリーンでトラベリング。これスタッツのさっきのプレーでしょ。非常にうまくね、スピードを変えね、ドリブルの高さを変えてペネトレーションしましたね。昨シーズンまでは2シーズン、今ターンオーバーの数が出てますね。ニューヨーク7、倍以上ですからね。ここからこっちに振りたい。そうです。これが負けてきている。あれでいいんですよ。そうするとね、リバウンドが取れるの。ここなんですよ。ボールをリバースしてシュートをアウトサイドから打ってもリバウンドに行けるんです。また絡める。この人がそのルーキーのウォレス。シラキューズ大学出身です。なかなかいいですね。身長は2メーター6センチです。ナイスディフェンス。オークリーがナイスヘルプですね。ボールをリバースしてスリーポイント。ガーブで止められています。当たっているハンター。ハンター成長著しいですね。そうですね。スリーポイントもう3つ目ですよ。僕はね、ここら辺にやっぱりね、凄さを感じるんですよね。スタークスがさっきペネトレーション、ドリブルで入ってレイアップ決めましたね。今度は場所が違いますけど、今度はベースラインに入りましたね。シュートさせないでしょ。そうですね。もう3人いってね、シュートさせてないんですよ。同じ点数捉えるんでもね、同じシュートやらせない。ここにね、NBA にやっぱりすごさがある。ピストンズのホームコートですから、お客さんが邪魔しようという感じになっていますけども、ユーイングは今ベンチですね。もうね、今の表情を見ましたらね、第1クォーターとここまではちょっとおとなしくしてるけど、さあこれからやってやるぞと自分の頭の中でね、ちゃんと準備してる顔ですよ。しかしここまではマホーン、ラトリックなどに抑えられているユーイングで、それだけにこれから注目したいですね。さあヘルプ何かこうあまり行くぞという感じは見せずにスタッときましたね。彼の動きはシルキーですからね。さあタイムアウト、ニックスが取っています。グラントヒルの素晴らしいダンク。こう天井ペースって言ってますけどね。しかし確かにそのスピードのチンジというのは見事ですよね。全くスロースピードからすぐトップスピードに入りますからね。セカンドクォーター残り9分5秒で40対25と、もう15点の差がつきました。こちら34歳、非常に若いヘッドコーチ、ジェフ・バンガンディ。今 NBA で一番若いですね。黒の後は見えますけどね。確かに。翔さんのおっしゃるように黒の後が見える。で彼の兄弟がですね、パット・ライリーのアシスタントコーチをやってる。さあパトリック・ユーイングはご覧のようにほとんど活躍できてないというのは分かると思います。
ターンオーバー3つ。ボールにね、6回しか触ってないよ。それからヒューストンもダメですね、ここまで。触らせてもらってないですね。ニックスのですね、ディフェンスのね、ここも一つ見どころですよ。ボールをリバースするときに絶対させないんですよ。そしてまた、そしてユーイング、そして同じサイドにまたボールを変えさせる。ここも見てもらいたいですね。この辺りは、ディフェンス強化には定評がありますピストンズのダグ・コリンズヘッドコーチ。今度打たせません。これちょっとね、ニックスはグラントヒルに対するマークマン変えた方がいいですね。ここのポストアップでしっちりディフェンスしてますね。ここは現在はラトレク、その前がマホンでした。だんだんイライラしてくるかもしれませんね、ユーイングは。今のはちょっとファウルじゃないかってね、アピールしてるんでしょうね。さあ、ニックスとしてはここから追い上げたいところです。現在はチャーリーボードが入っている。同じなんですよね。この後ボールサイドに行かないで、ここでユーイング行って外へ出した。チャーリーボード。もう教科書通りのインサイドアウトのスリーポイントショットということで。さあ、ミルズです。これは2。好調さを維持しているミルズ。島尾さん、ミルズって身長と体重はどれぐらいあるんですか？彼2メーター8ぐらいあるんですよ。そうですね、2メーター8ので113キロあるんですよ。もう本当普通だったらね、パワーフォワード、センターという感じですよね。やはりね、ユーイングが少しずつ復活の兆しですよ、これ。さあ、早く今度はプレッシャーかけていました。そしてヒル、外へ出した。またミルズ。さあ、ブレイク行きたいですね、ここからそこを出したい。さあ、ユーイングがそう、仕掛けたいですね、ここはね。いいじゃないですか。Charlie Ward, who started the season at point guard when Chris Childs was out with that fractured fibula, has a chance for a three-point play. いい判断ですね。Charlie Ward and Chris Childs, see, they do not give up their dribble. They will survey the situation as they come down the floor. ニューヨークの方、バック・ウィリアムスが出てますね。そうですね、ベテランが出てます。And Ward makes good for the three-point play, and the Knicks, who were down by 60, now trail by only 10. さあ、ここですね、2分間ぐらいのニックスのディフェンスが非常に重要ですね。ファウルがありました。ボールですね。ダグ・コリンズヘッドコーチ。ハンター。ああ、また来た。また来ました。今日実らないですね、ほとんど。ハンターは。早くも17ポイントのハンターです。あっと、これは歩いてしまった。やっぱり外からのがいいですかね、この人は。苦笑いですね。そういう顔してますよ。ここで今度ユーイング使ってピックアンドロールでリバースですね。こっちリバースしてもらえた。うまくいけなかった。ターンオーバーです。ドリブルしないですぐリバースしてほしいですね。JD が出てきてますね。ターンオーバーはもうニックス10ありますよ、その時点で。必ず
オゲソップ、いいですね。この強さを見せました。もう僕のフェイバリットプレイヤーですよ。ああ、そうですか。地味なんですよね。でバックウィリアムスも捨てがたいですね。両チームにいるから困りますね、こういうバックウィリアムス、52番の選手です。ですけど、ニックスとしてはやっぱりユーイングのところでね、決まらないっていうのは苦しいですね。そうですね、今センターのところにバックウィリアムスに入っておりまして、トレイルブレイザーズから FA で入りました。さあまたオークリーが入っていますね。ニックス、今日は白いユニフォームがニックス、そして勝ちのフォートウェインという名前を付けていますホームコートのピストンズ、ダリー・ジョンソンも戻しました。バックウィリアムスが、休むということでしょうか、またベンチに下がっています。ここら辺りからダリー・ジョンソンの活躍見たいですね。そうですね。フォーネッツに行ったメイスンがね、そこそこ頑張ってますからね、そういう意味ではダリー・ジョンソンも頑張らなくてはいけません。イリーガルディフェンス、はい、イリーガルディフェンスありました。よくイリーガルディフェンスのこと聞かれるんですけどね、なかなか難しいですからね。ですからなんかこう疲れたらあれと思ったらリーガルディフェンスだと思ってればいいですよね。それほど詳しいところまでね見てる分には必要ないと思いますよね。マンツーマンだけしか許せるとはありませんので、なんか中途半端な場所に行ってしまったらイリーガルだというふうに。いや、イリーガルディフェンスについてはですね、きちっとね、このエリアとこのエリアとこのエリア、それがコートのね、ラインを引いちゃうんですよね。ベースラインに平行なラインを引いて、それとサイドラインに平行なラインを引いて、ここからはボールに対してヘルプに行っちゃいけない、逆サイドはここから行っちゃいけない、ここのエリアからだったら行っていいっていうのがルールとしてきちっとあるんですよ。で審判が大体その位置に立ってますよね。なるほど。さあここからそうします。外へ出してハンター、ああこれは2ポイント。まさにインサイドアウトが本当うまくいってましたよね。今ので22ポイントですね。ハンターまだ第2クォーターです。ここでニックスのタイムアウト。今お話に出ましたけども、インサイドアウトって何もパスでインサイドに攻めてからアウトサイドじゃないんですよね。ああいうふうにドリブルで入って2人3人と引きつけてパスを出すということですね。セカンドクォーターに入ってさらに得点差を広げているデトロイト・ピストンズ。今シーズンは NBA の前身 BAA が始まってから50年という記念の年になります。これディマースからパスが出て、その後また外へ出した。そこからハンターですね。そして今夜のクリス・チャイルズとハンターのこの両ガードの比較ですね。ガードの比較ですね。まだチャイルズ2点しかないんですね。22点対2点ですね。だからこのまま得点差がついちゃったわけですよね。もう本当に。ガードの力とさっき比較が出ましたけどね、特に得点力が大差がありましたけどね、あれはそのガードの得点力、ワンオンワンの力だけじゃないということをね、見てほしいですね。その組織としての動きなんですね。そうなんです。やっぱり5人で相手のディフェンスを崩して、
最後ガードが打ってるっていうことだけなんですよ。そうですね。だから今表現で言うとデトロイトは非常にケミストリーがいいんですよね。そうなんです。ケミストリーって調和とかね、ハーモニーとかいう感じですからね。これワンオンワンでしょ。はい。ワンオンワンでまた逆サイドエリ。はい。それでまたもう一回振りますよ。そう、ここが大事なんですよね。それでまた、そして振る、また、そしてディマース。あれディマースはね、あのモーションからコーナーに突っ込めばよかったんです。もう一つ。さあ、ジョン・スタークス。中に入れた。ラリー・ジョンソン。久しぶりにこれニックスの方が得点になりました。はい。ニックスちょっと仕掛けてきてますね。はい。やっぱりもうここまでやられちゃうと落ちた。これで早くチャンス見つけたいですね。さあ、そしてここから奥に33連続ポイント、ピンチです。今度はここでピストンズのタイムアウトです。52対37、依然としてピストンズ大きくリードです。早く40点台に乗せたいですね。はい。さあ、今年は NBA50 年ということで懐かしい映像、これロドマンですよ。89年の NBA ファイナル、レイカーズ対ピストンズです。バットボール時代ですね。はい、そしてディマースです、その当時。そして翌年1990年です。おお、ラインベア。嬉しくなっちゃいますね。ブレイザーズとのそのファイナルの模様だったんですけれども、この89年、90年と経験しているディマースのこのオールタイムの今数字が出てました。このディマースも下野さん、はい、昨シーズンに比べると随分また復活してきた感じがありますよね。いや、もう去年までだったら忘れられてしまいますからね。あそこでリバースなんです。そうなんです。オークリーが結構出したが、ここからまたオークリー入って、そしてユング、ギリギリのシュートでしたからね。だんだん動きが激しくなっているジェフ・バンガンディ。もう最初からボールに来てるんですよ、こういうふうにね。だいぶ変わってきましたよね、ニックスの方も。決まった。またもミルズ、2本目のスリーポイント。They had a 33-point first quarter tonight. Hopefully, this is from the top of the key. さあ、オークリーが頑張るか。失点ならず。This kick by Johnson and やっとっていう感じで。いや、この得点大きいですよ。ユーイング入れました。そしてファウルがありましたのでワンスロー。ダグ・コレンズヘッドコーチは45歳、デトロイトを率いて2シーズン目です。Tonight, Detroit has been holding them to one shot. That is one of the very few flurries that we've seen from the Knicks. このフリースローもきっちり決めておきたいですね。ああ、これが落ちました。いや、もったいないですよ。っていうのはね、やっぱりピストンズのね、ユーイングに対するディフェンスがかなり効果を上げてるってことですね。ディフェンスのいい両チームですが、そのディフェンスで差をつけているデトロイト。これはもう絶対ファーストブレイクですよ。NJ からオークリー。あー、ダメ。こうなってきますと苦しくなります。これで3点捨てたことになりますね。ピックアンドロールで、ボールサイドのピックアンドロールでアウトサイドに出して。
Dumars trying to get the ファウルがあります。スタークスのファウルですね。デュマースに対して。ちょっとスタークス、ベテランにしてはちょっとこうやってはいけないファウルですよね。決めて59点。去年と今年の比較ですけれども、やはり今年の方がぐんと得点力もアップしてます。素晴らしいですね。特にスリーポイント5割6分6厘。He went strong to the weight training and he shot 250 to 350 jump shots, worked on his game every day, came to camp in the best shape he's been in a long time. And maybe it has paid off considerably for Dumars. Charles オークリー。with a 2-point basket. 一人オークリーが頑張っている形のニューヨークニックス。逆に言えば、オークリーに打たせてるっていう感じもあるんですよ。他の4人をしっかり守って。なるほど。そこはもうよしとしようと。はい。だからオークリーのアウトサイドショットに、要するにオークリーのアウトサイドショットが確率低いと。ですからそこは薄くしても他のところではやらせないんですよという考えじゃないかなと、だんだんはっきりしてきましたね。なるほど。第2クォーター終わりました。60対43と得点差が開いています。その差17ポイントと開いて前半は終わりました。さあハンターの良さが出ましたが、まずスリーポイントきましたね。このシュートの感じはどうなんですか。これはね、ゴール下からボールが出てくるってことはもうシューターにとって最高に幸せなことなんですよ。最も確率の高いショットが打ってますね。それはナイスボールリバースです。ガードポジションで打つよりもボールをリバースして打つってことですね。これもそうです。ここもでも完全にこうね、相手ディフェンスを翻弄してから打たせているという感じがしますよね。いや、それにしても確率が本当に高いハンターです。これもインサイドアウトですね。打てば決まるという形のその前半のハンターの活躍。シュート力があるからといってですね、アウトサイドからどんどん投げてるようではそのうち崩れてくるんです。まあせいぜい入っても 50% ですよね。そうですね。松外からのシュート。ヒルもですね、いろんなプレーを見せてくれましたよね。そうですね。アウトサイドショット、ペネトレドリブル、ここインサイドアウトからクロスオーバー。もう基本通りですね。ですから日本の若いプレイヤーたちもこういうふうにスタターやってインサイドアウトで攻めてクロスオーバーで決定的にやっつけると、こういう技術をね、ぜひ学んでほしいですね。そしてこのダンク、
ょっと空いてるところですからね。しかしそのスピードのチェンジというのが本当にすごいですよね。トップスピードに入ってきて、エクスプロージョンで爆発と。まさに島本さんのおっしゃったミスターエブリスングということで、何でもできる。さあ今度はユーイングのプレーなんですが、これがね、今日は非常に悪いという例ですね。はい、ここでユーイングに入れます。ここで右に攻めてターンアラウンドジャンプショットも崩れてますね。特に腰から下が崩れてます。ディフェンスの争いによってね、バランスが崩れるんですよ。ここディフェンスしてるのが42番はナトリクですが、その前最初がマホーンが行って、次に若いナトリクが行って、これもね、これもミスでしょ。でディフェンスが崩れそうになったらすぐメンバーチェンジしてるんです。なるほどなるほど。それでまたフレッシュになってまた出てくると。フレッシュレッグが必要ですね。前半の成績Jeff, you can't be happy with the intensity, and it looked like Quincy Hunter was shooting warm-up jump shots out there. Yeah, our intensity was not good, and unfortunately, when you win 7 in a row like we have, if you don't have the right mentality, you soften up and you don't play with the type of passion that you need to win on the road in this league. I saw your guys coming out. They didn't look like a bunch of happy campers. They shouldn't be. After that half, we should not be happy. We can get back in the game if we'll work the game. If we don't work the game, we're not going to get back in the game. Okay, thank you very much. Okay, Dick, thanks. やはりうちの方のディフェンスが良くないって今言ってましたですね。All right, and right now let's send it over to Dick Versace. Moments ago, he talked to Knicks coach Jeff Van Gundy. All right, Dick, thanks very much, and we hope that we don't say that interview アラン・ヒューストンも、初めて
古巣との戦いでということで注目されたんですけれども、ほとんど全然やってくれませんね。困りますね、こういうの。一方のハンターの方は大活躍ということで、ガードの得点能力で大きく差がついています。もうここで全て出てますよ、ここのディフェンスで。ニックスはフルコートでもうボールのところにプレッシャーかけることから始めましたね。でこれは前半のスタートとは全く違うんですね。この辺りは逆バンガンディからも指示が出たと思います。Frustrated early on by Mahorn, has scored only 6 points and has been no factor in this game. Now, the one thing you do not want to do is foul Rick Mahorn. You want to make him make the shot. Now, you can see Mahorn right here, the 8 minutes and no fouls, 2 points allowed. マホーン、ミルズ、ラトリフがですね、8分、7分、4、いいローテーションしてるんですよね。そうですね。そうやって優位を抑えているという。一人が守ってるとどうしても疲れてきますから、よくランニングゲームなんかやるときね、フレッシュレッグが欲しいっていうような言い方するんですね。要するに疲れてない足が欲しいわけですね。その場合には同じレベルの選手が何人もいるとこういうプレーができるってことですよね。でもそれぞれがそうしますと、新しく出てきた選手が役割をきっちりとこなせているということですよね。Detroit foul on Grant Hill. That'll be his second person. The Knicks continue to run a triple staggered screen for Allen Houston. 本当にアラン・ヒューストンがどこにいるか全く分かりませんね。この人ね、シュート来ましたよ。来ましたね。だけど彼のようなシューターっていうのは一つ決まってくるとね、爆発する可能性がありますからね。私言いましたけど、これ実は初めてですね。その前のユタジャズ戦では24ポイントと大活躍したんですけども、グランドヒルのワンのワン、なかなかね、守るの大変ですよね。クリス・チャイルズのファウル。ね、やっぱりここでね、ラリー・ジョンソンがもっとプレッシャーかけに行かないと、もうチームディフェンス始まらないですね。もっと出るべきですよ、待ってないで。今度は白いユニフォームのニックスが左から右へ攻めています。そしてオークリー、先ほど僕らさんからはこのオークリーには打たせていい形のディフェンスではないかということだったんですが、こうやって落としてくれればまさに思うつぼという。そうなんです。ですから打ちたいという気持ちになるように、そういう間合いで守るんですよ。そうするとついついこう打ってくるんですね。だからそれを立て直すにはシステムで、今度はチームのシステムでニックスはオフェンスを立て直さなきゃいけませんね。さあまたピストンズ。ハンター。さあニックスの方の反撃を期待したところなんですが、さあここはどうか。ラリー・ジョンソン。島本さん、今のはラリー・ジョンソンらしいプレーね。ああいうプレーがどんどん出てくるとね、どんどん点縮まってきますからね。ところがそれをやらせてないのがピストンズのディフェンスなんですね。ナイスパス。オーテストープも安定感あるじゃないですか。何しろオーテストープって鉄人でしてね、12シーズンぐらいもなりますでしょ。そうです。そのうち9シーズン82試合全部出てるんです。丈夫なんですね。ユーイングがね、バランス崩してますよ。顔だいぶ険しくなってます。でこういうふうに下がってるでしょ、最初からね。そうですね。そうするとね、後で頑張ろうと思ってもなかなかそううまくいかないんです。今のはシュートミスに助けられましたね。さあラリー・ジョンソンから、そしてユーインがプロイチ。あーダメ。Ewing with only 6 points on now 3 for 9 shooting.
シュートリズムも悪くなっているニックス。さあこの辺りがパス、前半戦からこうインサイドアウトをよく使っている。このホイッスルです。ハンターに対して。このさっきのユーイングのインサイドのプレーですね。そうですね。少し休んだマホンがここまた出てるわけですよね。でプレーした後でもああやってボディーコンタクトしてるでしょ。なるほど。あれで嫌がらせしてるんです。中がやっても取っちゃう。そして見事に決めました。これはもうホームコートですから、もうお客さん大喜び。さあタイムアウトニックスが取りました。65対47とまたまたその差は開いています。第3クォーター残り8分台です。なかなかニックスの方ディフェンスも少し変えてきましたけれども、うまくリズムつかんでこないですね。継続できてないですね。ディフェンスっていうのは1人ちょっとサボったり。ビル・レンビア、ビル・レンビア、1982年から94年までプレーした選手ですね。もうやっぱりね、今言ってるのはピストンズが勝ってるのは見るのはいいもんだと言ってましてね、ちょっとなんか CM 撮りで肘を痛めてしまったそうなんですけれども、やはり彼も今日はピストンズのディフェンスがすごくいいって今このインタビューの中で言ってますね。すごい柔軟になりましたね。何しろ相手チームにとってはね、彼ほど嫌な選手いなかったですからね。味方にとっては最高のね、宝なんですけどね。今荒れるゲームにしちゃいますからね。ディマースが決めています。今日11ポイント目。いいですね。入らない。スティール。グラントヒルのスティール。ニックスを打たせてもらえません。ニックスはね、一歩半歩遅いんですよ。遅い。そして切れ込んできます。座ってしまった感じのジェフ・バンガンディ。何かこう一方的な試合になってきましたが、そのディフェンスの良さにも注目しながらご覧いただこうと思います。LJ、ここはね、無理して出ていかなかったですね。ジョンソンのスリーポイント。しかし19ポイントの差がついています。これファウル。ジョンソンのファウルです。そしてまたこのテリー・ミルズ登場です。このミルズ、それからハンターと外からのシュートも非常に好調な今日のピストンズです。Grant Hill, so they have to move Chris Giles over there. So you'd have to say, Hubie, that despite the recent record of Knick domination, the changes on the Knicks, they don't match up well with the Pistons as well as they used to. Nah, but we all know that there are teams in your division that no matter how good you are, you can have a great record, but there are teams in your league that you have an Achilles heel with. And you can see this is a major matchup problem only because Detroit are making the threes. この表情を見ますとね、これ今日は本当にそのコンディション悪いなっていう表情ですよね。こういう時のヘッドコーチはですね、勝負の方はかなり厳しくなってると思いますけれども、どんなことをこう打っていこうと次につなげるためにということではどうでしょうか。気持ちだけ立て直してもですね、もうこのレベルの選手ですから気持ちだけってことはほとんどないんですよね。グラントヒル、これできる11ポイント目ですからね、最初に仕掛けた今日のゲームだけで言えば、最初の後半1回目のディフェンス、
あれで成功するっていうことが非常に重要だったんですよね。でその成功感を持って次に行こうと。しかしここはおっとこれハンターが行きましたけれども入らなかったですね。出ちゃったんですか。出ちゃったような感じだったんですけどもね。しかしファウルがありました。このプレーです。小柄ですけれど、やっぱり185センチでダンクきましたからね。Pistons have not been 15 games over the 500 mark since April of '92. A win tonight would put them 15 over the 500 mark. 今日はヒューストン、チャイルズともに影が薄いニックス。ガンディヘッドコーチの頭の中はですね、これは予想以上にコンディション、いろんな意味でも精神的にもね、肉体的にもコンディションが悪いなというね、その認識を今させられてますよ、コートの中からね。今キルの数字が出ていましたけれども、あと1つの部門で2桁になりますと、これトリプルダブルの可能性がありましたですね。だけど今の数字見ますとね、クワダラプルダブルって4つの部門で 2桁っていうね、何しろ5年に1遍ぐらいしか出ない記録ですからね。やってるのがデイビッド・ロビンソンとかアキム・ラジャンですから。まだNBA の中で4人しかやってないですね。確か今シーズンどこかの試合でドレクスラーが近くまで行ったんですけど、ダメだったですね。さっき話出ましたけどね、ニックスがどうやっていい状態に戻すかと、いうことですけどね、これ何かにヘッドコーチとして早く集中させなきゃいけませんね。それオフェンスでもディフェンスでもいいですよ。さあ今夜のハンターとまたチャイルズの比較が出ていますけども、なんか差は開くばっかりという。ピストンズは今日のゲームのスタートから集中させることに成功しましたね。なるほど、このハンターがですね、昨シーズンまではポイントガードでプレーしてきたんですけれども、今シーズンはシューティングガードにした、この辺りの使い方っていうのはどう感じられますか。やはりいろんなことをやるよりも、まずそのシュートに、アウトサイドシュートに徹すると、その仕事を第一にやってもらう、そのアウトサイドショットの打ち方をチームとして彼に与えているということですよね。それで成功してますね。今までジョーディ・マスがね2番やってたんですね。だけどジョーディ・マスぐらいのベテランであればね、十分もうポイントガードもできちゃいますし、それがうまくいったですね。もうシューティングガードっていうのは割と入っていきやすいですけどもね、ポイントガードは難しいです。得点差24点。またスティール。今のディフェンスでもね、スティールっていうことの前に右手がものすごく読んでるでしょ、相手のパスをね。ターンオーバー16です。もういかにねピストンズのディフェンスが効いてるかっていうことですね。入りました。これ今時間を下げてまた持ち帰ってきましたよ。なんか本当少しずつどっかの人に似てきましたね。言っちゃダメです。さすが21世紀は NBA この人が背負うと言われてますけど、それを反転してからまた下げてから持ち上げた。これは後で何度も使われそうなね映像ですね。すごい。まあ島本さんも思わずお父さん言っちゃダメですってマイケル・ジョーダンのことを言ってね、注意受けましたけどね、思わず出てしまいましたね。さあそしてディマスが持って入ります。ターンオーバーからのポイントですね。デトロイトは26ポイント。ミスからのポイントですよね。ディマス外からも入れたスリーポイント。
今シーズンはこのスリーポイントの確率が非常に高いディマース。この試合2本目です。ここでニックスタイムアウトです。80点台に乗せました。29ポイントの差がついています。第3クォーターです。ここでディマースのインタビューが出ていますが、昨シーズンは自分でもあまり納得できるシーズンではなかったけれども、今シーズンは選手も入れ替わってチームの色もかなり変わったと。で、一番の変化は自分の役割が昔に戻って得点が増えたことかなというふうに話してまして、やっぱり僕は今の役割、つまりこうやって打っていく方が合ってるんだよということですね。これですね。And it's just nice to see that he's returned because ever since he came in the league, he was a two guard and a defensive stopper who moved over and played the point every bit as well as 画面でもう十二分に分かっていただけると思うんですけども、このね、ディフェンスを、ピストンズのディフェンスを見ていただくとね、もう必ず仕掛けてるんです、自分から。足の動き見てください、手の動き見てください。ニューヨークはこれ受けて立ってるでしょ。受けてここなんですよ、違いは。なるほど。確かに後手に回ってる形になってますね。一瞬の受けて立つっていうことが失敗の始まりなんですよ。またミルズがスリーポイント決めて、これでスリーポイントミルズ4本目です。また取り返した。もう守りも攻めもそうなってますね。こうやって受けて立ってるんです。こう受けて、これをね、自分から向かっていくことから始めないと成功しないんです。これやっぱり中井さんが積極的なディフェンスしかないですね。そして完全に中に入れられて、ソープも今日これで12ポイントです。ですからね、これぐらいでいいかなと思って始めたディフェンスっていうのはものすごい悪い状況に陥ってしまうんです。なるほどね。立ち上がり確かにもうこの辺りで相手が打ってこないかなという形でね、やや消極的な面がありましたが、そこから傷口が広がってしまいました。僕は今日最初のニックスのディフェンス見て下がってたでしょ。そうでしたね。あれを見てね、これは意図的にそうしてるんだなっていう見方をしてましたけども、その部分はあったんでしょうけども、それにしてもね、ボールにプレッシャーがかかってないってことは、ここにしてやっぱりね、大きくマイナスになって出ましたね。ようやくここは取り返した。ジョン・スタークス。今のはね、ディフェンスの成功じゃなくてオフェンスのミスなんですよ。ですからオフェンスのミスだっていうことをヘッドコーチ分かったらパターンを次の攻めを変えるんです。そしてフレッシュにオフェンスに入る。ということはピストンズの方はすぐに修正が効くわけですね。そういうことです。もう全てきちっと先手取ってます。そしてまた切り返すハンターですから、同じミスでも違うミスして入ってますから、気分的に違った感じでフレッシュに入れるんです。クリス・チャイルズ。さあ出ますがいってソープのファウルが取られました。しかし僕はね、今のソープのファウルはものすごくいいファウルだと思いますよ。連続得点させないっていうファウルですからね。さっきの30点。第3クォーター残り1分半を切りました。ちょっと仕掛ける兆しがありますけどね。さあディフェンスを頑張りたいニックス。さあディマースが決めました。ディマース19ポイントです。トラベリング。完全なディフェンスの勝利ですね。若いウォーリスがそのディフェンスにしつこいディフェンスにトラベリングを犯したという形になりました。こうやって背中向けてこう帰ってますね。ここら辺なんですよね。なるほど。それでピックに入ってペネトレーションがあって、そうここからね
これでショットいいですね。おお、来ましたね。なかなか難しかったと思いますけれども、難しいシュートですね、今のはね。あれも入ってしまうという今日のピストンズ。ここからクイックリバースなんですね。これはディマースのファウル。ジョン・スタークスのフリースローに変わります。もう30ポイント以上の差がついています。僕はニックスの立場になりますとね、これはもう動かない足でも動かしていくしかないんですよ、この局面を変えるのは。ですからもうフルコートにですね出ていくしかないですね。この後ですね。この後です。もうこの3本のフリースローでね、一旦止まった後にここでね、背中向けましたね。そうですね。ここからもうフルコートのプレスに行くぐらいの、もう今日のゲームをね、いいゲームにしようと思ったらもうそれしかないんですね。ここだと遅いんですね。はい。そしてディマース決めた。21点。もうね、ピストンズはエリアでオフェンスさせたら今日はリズムが出来上がってますから、あそこでやらせちゃいけないんですね。マッカーティーが入ってますが、ルーキー。ここで第3クォーターが終了です。さあ、さらに得点差の方は開いてしまいました。第3クォーター終わりまして91対58です。ご覧のように第3クォーターも随分差がつきましたね。そうですね。31ポイントと15ポイント、その差33ポイントです。今日はニックスの方はユーイングもご覧の表情ですが、ピストンズのそのディフェンスの良さが非常に目立ちますこの試合です。第4クォーターに入っています。ディフェンスの重要性の中でですね、ファイブフィンガーズって5本の指に例えられることが多いですよね。これ絶対ね5人が離れちゃダメなんですね。特に精神的にもね、計画した技術の面でも、ハンター、おっとリバウンド、グラント・ロンが現在入っています。30歳、ホークスから移籍のグラント・ロング。どうしたんでしょうね。どうでしょう、なんか笑ってますけどね。これ間合いがあるでしょ、これだともう後が大変なんですよ。そうなんですね、もっとディフェンスでプレッシャーをかけなければいけないニックスです。さあ、キルの方は数字を見ますと、あとリバウンド1つでトリプルダブルになるという、間違いないですね、そうするとね。まだ時間たっぷりありますからね。シラキュース大出身のウォレス。マッカーティーが出てきてます。そして今ディフェンスしている方がニックスのマッカーティー、この人もルーキーです。この人はケンタッキー大学が昨シーズンNCAA チャンピオンになった時のポイントゲッターですね。そうですね。2メーター8センチのマッカーティー。グラトロン。そうですね、これでトリプルダブルですね。今のリバウンドでキルフィンしましてトリプルダブル達成です。今シーズンは初めてということになりますね。意外な感じもしますが、昨シーズンは10回トリプルダブルを記録しているキルですが、今シーズン初めてトリプルダブルに達しました。ハンターです。
from the fifth ward. And Wallace lays it in. Wallace. The great Syracuse tradition. The Orangemen, of course, getting 将来的についてはどうですか、ウォレスの。非常にいいんじゃないですか。 But anyway, I digress. Pistons have the ball, leading 93 to もっと体をね、ラニー・ジョンソンまでとは言いませんけども、ああいう体作る必要あるでしょうね。まだまだ細いですよね。さあ、来る。マッカーティのファウルです。1 year ago, 1996, Grant Hill led the NBA in triple doubles, 10 for the season. When you think of Oscar Robertson for a whole season, doing it for a season, over 30 points, over 10 rebounds, over 10 assists, incredible. And then missed it the next 4 years. 1投目は入りませんでした。ユーイングベンチ、今日はもう必要なそのディフェンスにあって力が発揮できないユーイングです。形の上ではユーイングは1対1で攻めてましたけども、実質1対3でしたからね。切るポイントは17ポイントです。これあっとマカーティねじ込んだ。ケンタッキー大学出身2メーター8センチ。マッカーティーはニューヨーク出身ですか？多分そうだと思います。じゃあマッシュバーンなんかと一緒ですよね。ヒルがここで休みますね。今右手を氷に置いてやそうとしてますから、得点差がねこれだけつきましたから、この後無理はさせないかもしれません。31ポイントの差がついています。でも活躍の裏とハンターが持って入る。ファウル。オフェンスのファウルですね。多分動いてスクリーンをしたっていうことですね。ゴーグルをつけている人がグラント・ロング。そのグラント・ロングのおじさんもNBA の選手だったんですね、ジョン・ロングという。スカーツの動きですが、つながりがもう一つ。チャージングでしょう。これはそうですね。どうしても今日のニックスはやっぱり集中力に欠けてますね。7連勝と絶好調で迎えたんですけれども、久しぶりのそのロードとのゲーム、大差をつけられています。スリーポイントロングです。ああいうシュートに対してピッとこうブロックに行かないっていうね、よくチャレンジって言うんですけど、ああいうプレーをね、チャレンジしてないっていうことはもう本当にいい状態ではないですね。マッカーティー、また取られた。今のはあれですね、取られたというよりも取ったんですね。なるほど。手が効いてますね、ピストンズの。そしてボールのないところでも必要なディフェンス。非常に速いですね。外へ出して。ミルズはダメ。マッカーティーのところですが。ヒルがですね、右手をもうアイシングしてますね。そういえば今シーズンは確か、ヒルは右手首を痛めて11月6日のダラス戦を1試合欠場、それから11月の23日東熱戦でマットガイガーに激しくファウルをされて、その痛めていた右手をかなり強く打って2分間ぐらいうずくまるというシーンもありましたから、得点差もありますんで、ここはもう無理をさせないというところでしょうかね。そうですよね。ハンター君何やっても入っちゃうって感じ。これで28ポイントになりました。自己最多が29ポイントですから、キャリアハイに近づいてきました。
And Reed started a good deal. There's Marty, who is really the best bird dog statistician any man could ever have. 今日はこのダグ・コリンズヘッドコーチの思うようなディフェンスができているピストンズ。キュービー・ブラウンですね。そうですね。ずっと以前のニックスのヘッドコーチですね。Analyst in sports. McCarty misses on the rebound, taken down by Grandlaw. No, we're trying you out. 今日は思わぬ大差がついています。Next year, in case Turner goes to Monday Night Radio. こういうプレーをね、もう連続していくことしかないです。そうですね。はい。最後までああいったこうチャレンジを失ってほしくないニックス。時間トラング。向かっていくでしょ、こうやって AC グリーンが行きましたね。下がってますけど、ここからディフェンスが始まるべきですね。さあ、ウォレス。今ね、デトロイトではね、これを見てますと、ステイシー・オーグモンが出てませんでしょ。はい、彼はやっぱりね、出る幕がないんですよね。それでトレードをもうね、自分から申し出てるんですね、どっか出してくれと。そういえばデトロイトはケニー・スミスがですね、オーランドに変わりましたですね。そうですね。ケニー・スミスは途中でカットされたんですね。はい、ただまあ、オーランドも怪我人が多いですから、はい、彼ぐらいのキャリアを持ってるね、プレイヤーはどうしても必要ですね。まあそれだけデトロイトの方は陣容が充実しているという今シーズンです。ただこれも怪我が今のところないからいいんですけどね、はい、怪我が出てくるともうバタバタになってくるんですね。だからよくチームが健康であるかどうかということがね、いつも話題になるんですけどね。これはもう体の健康もそうです。精神的な健康もあるわけですよ。何の仕事でもそうですね。はい。そういう意味ではどうでしょう。ブルースの方も精神的な健康が乱れる可能性というのは。だからレイカーズとやった時にちょっと揉めそうになった時もう大変だったんですよ。マイケル・ジョーダンとピッペンが2人でね、彼を抑えにかかりましたからね。John Starks now with 15. His stats won't look all that bad, but of course it's Garbar's time. どうしてももう厳しいですね、今日のニックスはね。どうしても足腰が引けてますね。デバンド・マッカーティー、ルーキーのマッカーティーです。ここも強いディフェンス取り返します。本当にもう最後の最後まできっちりきますね。はい、現在はオーグモンが出ています。そして43番はグラント・ロング。まだデトロイトボール。グリーンも出ています。だいぶ主力は休ませていますが、ループボールファウルですね。オーグモンがファウルを犯しました。やはり島本さんさっきおっしゃいましたけどね、はい、このオーグモンがこのピストンズのバスケットボールの中で生きていくっていうのはちょっと厳しいんじゃないでしょうか。オーグモンと今映ってますね、ラリー・ジョンソンは同じ、ネバダ・ラスベガスなんですよね。それで全米選手権で学生の時優勝してますけど、ちょっと厳しいかもしれないですね。はい、どちらかというと UNLV っていうのはそれいけやれいけのバスケットですからね、守るっていうのはあまりなかったですね。はい、今は両チームともにスターターはだいぶベンチの選手が多くなりました。思わぬ大差がついています。こちら笑顔デュマース、ハンター、そしてグラント・ヒル。ですからね、この残されたまだ時間
本当に4分っていうのはまだ十分時間ありますからね、ここで控えの選手たちがどれだけいい仕事するかですよね。オーグモン苦しいでしょ。はい。ああいうとしかしうまくつないだが、これはオーグモンのところでボールを持ちすぎて崩れたためにああいう風になったんですね。さあ若い選手が多くなっている。いいディフェンスですよ。ドン・リード、なかなかいいディフェンスを見せました。52番。迫力が違うと足元に。ここはようやくフリーになって。カーブ・リアンスです。この人も大ベテラン。しかしまだ30ポイント以上の差がついています。ダブルチーム。ニックスのディフェンスがの悪さももちろんありますけども、ピストンズのオフェンスっていうのは本当にあれですよね。私今日見てましてね、やっぱりチームで練習するときにいいディフェンスがずっとなされてるがためにですね、オフェンスもああいういいプレーがずっと継続してるんじゃないかと。だからやっぱりチーム内でですね、そういうものがきちっとできてるんですよね。決して楽にプレーさせないですね。そのあたりが今シーズン予想以上のその好成績というのは秘密があるわけですね。もう細かいところが非常にしっかりしてます。ダグ・コリンズヘッドコーチがデトロイトを率いてから2シーズン目でもしっかりそうしますとチームを立て直してきた。それでですね、ディフェンスがいいとですね、速攻が出るんですよね。相手のオフェンスが悪くて取ったボールっていうのは、こっちにもらったボールっていうのはいい速攻につながらないんです。ちょっとニックスのディフェンスを見せてほしいですね。これみんな5点ですよね。そうですね。先に回されて後からついていくだけという形になっています。打つとないという表情してますよ。ジェフ・バンガンディ。110点に乗せました。もうね、この後どうやって立て直し図ろうかなっていう表情ですよ。もう頭の中次の試合ですね。いっぱいピンをねつけてゲームの方もですね、カメラマンもですね、これは参ったなっていう感じでね、いろんなの探してますよ。グリーンのシュートだね。しかしまたデトロイトボール。2分ですね。残り2分です。今日はかつてのフォートウェイジョルダーピストンズ時代のそのユニフォームで戦っているピストンズ。しかしこれはニックス本当に今日はちょっと屈辱的ですね。まさかという感じがしますよね。ユタジャズに勝って臨んでいるだけに。そういうことなんですね。島尾さん今ショット打ったやっぱりマッカーティーもまだまだ体がね。そうですね。NBA では苦しいですね。マッカーティーは2年生ですか。2年生終わってですよね。アーリーエントリーっていうことですね。さあまたターンオーバー。もう全部5点ですね。しかし変わった選手もオフェンスの感じはいいですね。そうですそうです。よくブルーズがその強さの中で変わった選手もほとんど力が同じだと言われますけれども、
そういえばそういう意味では今日はその主力がもうベンチにいて悠々勝ってるというのはまさにブルー状態という感じの今日のピストンズです。役割がはっきりしてますからね、はい、分かりやすくなってますから。残りも1分を切っています。ゴーホームっていうのが出ましたね。さあチャーリー・ウォードが今決めています。もうほとんど時間がなくなりました。おっと、この辺りもなんかこの集中力が少しもう途切れた感じです。もう勝敗をほとんど消しています。今タイムアップになりました。結局本当に思ってもみないような大差がついたゲームということになりました。Hey, Lindsay, I got to ask you, it looked like you were shooting warm-up jumpers out there. How'd you get so open? I don't know. They were rotating to Grant. Grant drew so much attention. And, you know, I just put it in the hole. Well, at 1 point away from your career high, were you aware of it? I really wasn't. I didn't know. I just, my stroke was feeling good. You know, it felt good overall. Now, everybody wants to know, can this team keep it up? We don't know. We just have to keep playing. We don't really look at the entire season. We look at it a game at a time. And we come out and, you know, we play good defense and put it on the line every night. Well, what's the big difference between this year and last year? I don't know what the big difference is. I know we're tougher defensively. We really come out and guard people and make people work for what they get. And that's a big difference when you make somebody work every night. All right, Lindsay, thanks a lot. Congratulations. Thanks. Grant Hill, triple-double, one of the easy ones, but you had a couple of spectacular plays that are in the archives, I would think, tonight. I was just trying to be aggressive. I came out, kind of hurt my hand a little bit, so
I was bricking every shot and every free throw. I think my percentage is way down, but I was just trying to get guys open. Lindsey, get him the ball. He was hot. Joe got hot in the third quarter. Terry Mills was always hot. The defense was there, rebounding. We just had a good overall game. How about the inserting of Rick Mahorn in the starting lineup tonight? He really annoyed Patrick Ewing and got him out of his game. Yeah, you know, Rick's a veteran, and Rick was sick the last game. Rick didn't even dress out in Toronto 2 days ago, and he came back. His wife is pregnant, so I know he's nervous about the expecting of the baby. And he came out and had a great game for us and did a great job. And, you know, we're going to need him to go against those big centers. You know, Rick Mahorn is not always pretty, but he gets the job done. The big difference between last year's playoff team at the height of when you were really playing well and right now. Big difference. We're tougher. We're better. I mean, we're better defensively. We're mentally and physically tougher. And I think, you know, we have our roles. We all know our roles, and we're all comfortable with our roles, and we enjoy our roles. And we play off each other. We feed off each other, and we really have fun playing. Is this injury going to be a major problem? Show the people right now, Grant. How did you get hit? My wrist has been sore really all season, but I got hit on the hand like maybe the second or third play of the game, and it just got sore, and so I just stopped shooting and started to pass. Well, you're doing a great job with the passing. Come on, you had 8 assists at halftime. That's right. Yeah, well, those guys, they did a great job of knocking their shots down, and they made my job easy. All right, Grant, thanks very much. Congratulations. I won't shake your hand because I know it's sore. I'll give you a left hand. Way to go. Pistons win big, and we'll be right back. はい、ということでインタビューを聞いていただきましたけれども、